こんにちは、浜飛びからです。どうも。今回の動画は前回に引き続き熊本の大新農園さんというところが主催したイベントの続きの動画になります。はい。前回は漬物の仁さんの動画だったと思うんですけど、今日は塩についてお詳しいお詳しい塩について発信しているし、塩も作っている工藤先生っていう方のお話になります。はい、でこの動画も本当1時間半ぐらいめっちゃ長くあったんだけど、それを10分ぐらいに要約して載せさせていただくことになりました。はい、工藤先生っていうその先生が今回お話ししてるんですけど、新保園っていうお塩を作られてる、先生で、結構現代って減塩って言われてたりとか、塩ってあんまり取らない方がいいよねとか、いろんな見方をされてる中で、逆に工藤先生は塩をたくさん取った方がいいみたいな、逆の発想とか思想を持ってる人なので、いろんな意見がもちろんあるとは思うんですけど、一つの意見として、ちょっと楽しく見てもらえたらいいなと思ってます。でも本当面白い話ね、いっぱいめちゃくちゃ面白い、めっちゃ勉強になることが多かったんで、興味がある人はね、もっと詳しくっていう、深掘って見ると面白いんじゃないかなと思います。はい、それではどうぞ。お医者さんと国の方もね、漁師さんも減塩をちゃんとやって塩取りを少なくして、そして朝昼晩ちゃんと薬を取りなさいってやってますよね。だから味噌汁も今多くの人もう本当に薄い味に慣れてる人たちもいて、当然ね。だから今度濃いものを食べると嫌だってなる人が多くて、そんな世界になってしまったんですけど、国の人がね、塩の国の担当者が書いた本があるんですね。退職する時の本を読んだら、1人12キロ届けるんですって。そこの村に300人に住んでるとするならば、300人かける12キロを年間そこに届けると。それがね、国民の健康のためにね、絶対必要なことだから、それをちゃんと届けるっていうのはね、その人の一番の大事なね、使命だった。それが1904年の本だったんですね。日本人はだから1日 30g は取ってきたねっていう歴史の世界だった。それを今は科学的なデータとかこういうのが大事にされてるんですけど、こういう科学の世界のずっと前よ、毎日生きていて、ほとんど庶民は本も読むこともなく、活字もなくて、ただ感覚でご飯食べてたんですよ。その時も感覚で食べている人たちが塩をね、大事だと思って、塩がなければ生きていけないと体感で感じていたんです。だから給料が塩でよかったんです。今の時代に給料は塩ですって言ったら、減塩させられて、なんか心臓に悪いだとか、血圧が高くなって良くないとか、そんなね、ことを言われてるこの世界だったらね、ふざけんじゃないってなるよね。じゃあ今のデータの世界と人間の生きていて、日々生きている人たちの体感の世界とどっちが正しいのか。僕はこの塩のことを通して、なんかこの世界の科学的根拠だとかっていうことに対してね、半分疑問を持ち始めた。半分ですよ。全部じゃないけど。で、歴史も面白いのは、大事な人が来るとテーブルの上にね、塩粒を置いといて、そこに塩を置いて迎えるんです。今だったらお客さん来て、お菓子にお茶も出さずに塩ここに置いて舐めなさいって言ったら、これ塩対応だよねもう帰れってことだよねっていう風になるかもしれないけど、昔はそんな風に王様が、他の国から王様がやってきたら塩で対応する。僕の謎は、これはね、20代に怪我して、その後塩が大事だとかそういうことを知ったのに、国と医療界が減塩だということがね、これ全然違う話じゃない。ある人は塩がいいって言っていて、国とお医者さんたちは、医療関係者はみんな塩が良くないっていうふうに言ってて、なんでって20代に僕は思いましたよ。それをずっとね、疑問をね、思ってたからね、こうなっちゃった、今皆さんに塩の話をすることになってしまう。本当はもう100年前の世界に戻ったら、何も僕の役割はなし。
みんな塩が大事だってもう体感で分かってるから、それが今は塩が大事なのに塩が大事じゃないと思ってる人がいた。特に病院行って病名をもらった人たちはみんな塩を恐れさせるようなことになっていて、できるだけ塩は少なめにしていくっていう。東京都のある場所で、セミナーしたら、僕の造園セミナーと隣の国の人がやる減塩セミナーが隣で押したんだよ。この数十年の減塩の歴史はなんでこうなったのか、論文も読んだ。いろいろたくさんあるんですよ。それなりに塩が悪いっていう論文、そこに結論付ける論文って。だけど結論は13% 塩を多く取ってる人の方が死亡した人が多い、ね、たった 13% 多くて、で結論は塩が悪いって書いてある。それからある論文では塩を取ると2割3割の人が塩を取ると血圧高くなる人がいる。こういう人を塩の感受性が高い人だというふうな論文もあって、それで論文を書いた人に塩の感受性をね、どうやってそれぞれこの人が塩の感受性どのくらいかっていうのを測るんですかって言ったら、測り方ないんですって。測り方ない話を論文にその文字を書いて作って、塩の感受性が高い人がいるから高血圧の人はですねって言って、そういう人は塩を控えなさい、そういう話なんです。で今度は僕はたとえ 2割3割の人がね、そういう塩の感受性が高いと例えしたとしても、じゃああとの7人8人はどうなの？何も塩で悪くならないんだから、国が全員に減塩をしろっていうのはおかしな話じゃない。こういうことからしてなんだろうって思ったけど、それは救急車で皆さん運ばれたら、救急車で死にそうな人に何しますか？生理食塩水っていう点滴打つんですよ。あれがね、皆さんがね、塩の中では悪いと思ってる生成塩なんですよ。生成塩でね、命がね、危ないっていう人にみんな塩化ナトリウムを点滴するの。塩の主成分ですよ。だから現代医療が塩を使っているっていうことがね。もう一つ、僕らのこの今度は血液と海水はね、成分がね、ほぼ一緒なの。そしてね、海水からね、なんとか固体にしたものが塩なんですよ。だからいい塩はね、血液と成分が一緒なの。これを成分を調べた人が1897年に調べて言ってるんですよ。ルネ・カントっていう人なんです。この人はですね、血液と海水はほとんど同じ。だから輸血は海水でできる。最初に犬でやった。かわいそうに犬ちゃん。死ぬかもしれない。犬からほとんど血を抜いた。もちろん犬は間もなく死にそうになる。そこから今度は海水を 0.9% に薄めたもの。これをね、山のね、湧き水という、そういうものと混ぜるんですよ。そしてそれを犬に注入していく。それやったらね、7日、8日で犬は元気なんですよ。そういう結果が出て、自信を持って、もう一度犬の実験を今度は公開でやって、ニュースになっちゃった。新聞になっちゃった。それで広まった。その後に、今度は、その頃チフスだとか、いろいろこう、子供たちが次々とこの水分が飛んで、病気を抱えている。そういう人たちからやってみようっていうことがあって、お医者さんたちがやり始めた。そしたら、全員回復する。せっかくの海水療法で多くの人が元気になったにもかかわらず、そのことが世界から情報として削除されている。でも分かったことは、血液と海水がほとんど同じならば、血液といい塩がほとんど同じならば、それを取っとけば、私たちの臓器や細胞は最もよく動く。そしてなんとさっき言った塩の本を読んだけど、1904年にはですね、世界で初めて減塩の論文が作られた。そういうふうにして誰かが減塩の歴史を作っていくんだよ。1872年からかな、石油で薬を作るっていうアイデアを持った人がいて、
石油はね生成するでしょ。そうすると酒で言えば酒粕ができるわけですよ。石油の残渣、あれ何の使い方も何もなかったけど、あれに薬として活用できるというふうなアイデアを持って石油産業を牛耳っている人がこの今の医療システムを作り始めた。この今の医学にとっていくつかの敵があるけど、一つの一番の敵は塩。これを皆さんが世界中に減塩を進めた方が医療がうまくいく。塩の論文の中には全く反対の論文だとかも結構あるんですよ。塩取るより取らないっていう風な選択肢よりも塩たくさん取った方がいいという風な論文も一方ではあるんですよ。いっぱい。塩取らないと心臓も脈も崩れてくる。そういう論文もある。そういう論文を採用しましょうとなったら世界変わるんだけど、それはやらないわけだ。で、僕の塩取って高血圧の人が1日で1ヶ月で半年で1年で正常になってる。それで元気なの。だってよく考えて、僕らの体はただの水素と一緒よ。その中に臓器だとかみんなあるみたいなんだ。ここにね、いい塩だとか入れていくとこの環境が良くなるわけ。ここのpHも 7.4 ぐらいになってすごくいい状態になるわけ。それで体温も 36.5 度とか37度とか温度になるわけ。ナトリウム取るとあれ爆弾の原料だからね。皆さんの体の中に入っても体温を上げる係ですよ、ナトリウム。だから死なないんですよ、ナトリウムを取る。塩素は吐いた後が農薬だとか、あれは爆弾を作った後に残った塩素を何したらいいかってなって、この石油化学物質会社が農薬にしたのよ。だから彼らは世の中を良くしようというふうに僕らを健康にしようとか世の中を良くしようという考えじゃない。自分が持っているこの石油と海に入っているこの塩化ナトリウムだとか、こういうのを使ってナトリウムを使って爆弾を作る、塩素を使って農薬を作る、そしてそういうもので消毒するっていう、また薬も作る、体の中の薬も作る。何が起きるかというと、ただこの体の中の皆さんの液体を汚すだけでも短期的な症状は一瞬止めてくれたりするわけだから、すごい刹那的なものを提供してるわけ。そういうことを体やってるんですけど、臓器もみんなこの体液が良くなってしまえば細胞さん元気になる、常在菌さん元気になる、臓器は元気になる。だから皆さんがやらなきゃいけないのは、自分の体液をミネラルを満たして塩だとかダメだって言わないで、ナトリウムをちゃんと入れて体液をね、もう海にすること。毎日毎日きれいな海にすること。そしたら臓器だとか細胞は全員元気になっていく。勝手にその体液を良くしていけば臓器が回復していく。簡単なの、治療なんて。皆さんがちゃんとしたいいものを食べて、いい空気を吸って、美味しい水を取って、そしていい塩を取ればいいわけ。そうするとそれに囲まれた臓器は勝手に治っていく。塩とこの陸上にある素晴らしい果物から野菜からお米からこういうものをできるだけ全体で上手によく取ればいいわけ。